안녕하세요。こんにちは。私たちは2025年6月から世界一周に出る30代の日韓夫婦です。旅の出発が近づいてきた今、私たちの物語をお話ししようと思います。2015年、場所は韓国ソウル。たった3時間の出会いから私の人生は大きく変わりました。そして30代半ばの今、安定した仕事を手放し、私たちは再び新しい旅に出ようとしています。私たちがどのように出会い、これからどう生きていくのでしょうか。旅行交流アプリカウチサーフィングから届いた一通のメッセージ。 Hi Ajin, I'm Yosuke。 今度ソウルに行きますが、よければ案内してもらえませんか。出会うのは3ヶ月も先なのに、すでに会う約束をしたいと言ってきた彼。ちょっとせっかちで変な人かもと思いつつ、プロフィールを見ると旅好きで名古屋出身。実は名古屋は私がワーキングホリデーで1年間住んでいた町でもあり、少し親近感を覚えました。彼とソウルで初めて会う日、約束の時間から1時間経っても彼は現れませんでした。日本人って時間に厳しかったんじゃないの？連絡も取れず帰るか迷っていた時、日焼けした肌にサンダル、ボサボサの髪の毛をした彼が現れました。正直ないなと思いました飛行機も遅延してキョンボックンまで乗り換えに空戦して遅刻したようです。キョンボックンを案内した後、ご飯を食べながらお互いの話をして、いざお会計。すると彼、ごめん、お金ないんだ。え？って思いましたよ。一瞬戸惑いました。時間がなくて両替ができなかったらしく、全部私が支払いましたたった3時間、今まで会ったことのない日本人って感覚で過ごしましたが、別れ際にふっと感じたんです。この人、今日を最後にもう会えないんだ。そう思ったら不思議な感情になりました。でもそれで終わりじゃなかったんです。どんどん LINE でメッセージが来ました。日本の男性ってシャイじゃなかったの？彼は違いました。気づけば遠距離恋愛が始まりました。国も文化も価値観も違う2人、何度も衝突しました。それでも3年間遠距離を続けました。マレーシアに駐在することになったよ。彼からの LINE のメッセージ。マレーシア駐在を機に私たちは結婚し、マレーシアでの新婚生活が始まりました。マレー語、中国語、英語が飛び交い、いろんな文化が混ざり合う国。海外イコール日本。たった私は、世界ってこんなに多様なんだということを知りました。ここは今までの常識が通じない場所。時間にもルーズ、計画も未定、言葉もバラバラ。最初は毎日がストレスで、みんな間違ってると思ったこともあります。でもそんなある日、スーパーのレジで列が長くなり、イライラしていた私を見て、レジのおばあさんがリラックス、It's okay と言いました。その何気ない一言に頭を殴られた感覚になり、全身から力が抜けたのを覚えています。間違っているのは私だったんだ。誰も求めていないのに肩に力を入れすぎて、勝手に自分自身を苦しめていたのに気づかされました。マレーシアの人たちはみんな無理せず周りの人と合わせて生きているのに、自由で自分らしい生き方、それは私がマレーシアで学んだことです。世界って想像よりずっと自由なんだ。そして日本に戻った私は外資系企業に転職。多国籍なチームで働く中で何度もぶつかりました。日本の常識が全然通じない。でもそういう時にはいつもマレーシアでの光景が目に浮かびます。世界ではこれが普通なのかもって
そして自分にこう言い聞かせます。今の私にはこれが間違っているように見えても、広い世界では普通なんだ。それなら私は若いうちにもっと違う世界を経験してもがいてみたい。彼が外の世界へ連れ出してくれたおかげで私は知りました。世界は広く自由にあふれていることを、そしてどこにいても柔軟に生きていける人になりたいと。同じタイミングで仕事で悩んでいた彼から突然、一緒に仕事を辞めて世界一周しようか。キャリアを重視している私なら今の立場を捨てることに不安を感じてたと思います。でもその時、不思議に怖さはなく、いいよと即答できたんです。なぜならマレーシアの時のようにもっと違う世界で新しい発見が待っていると信じているから。私たち夫婦は今までのキャリアに区切りをつけ、2025年6月、世界一周へ旅立ちます。どんな出会いが、どんな結果が待っているのかまだわかりません。でもきっと大丈夫。音との出会いが私を広い世界に導いてくれたように。この旅を皆さんと一緒に歩けたら嬉しいです。旅の仲間としてチャンネル登録していただけると本当に心強いです。감사합니다. I wanna be the life